皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 西日本の王子駅です。この駅は大阪方面から来た大和路快速や区間快速が奈良県内に入って最初の停車駅になります。JR の他に近鉄田原本線の新王子駅や近鉄生駒線の王子駅もすぐそばにあり、奈良県内規模1、2を争う大ターミナルな駅です。さて、王子駅にはもう一つ乗り入れている路線があります。それは和歌山線です。王子駅から終点の和歌山駅まで 87.5 キロ。全区間乗り通すと2時間以上かかります。今回は和歌山線の普通列車で和歌山まで行ってみます。和歌山線の電車が発着するのは4番、5番乗り場。電車は2両編成の227系1000番台。車体横の行き先表示には王子町のマスコットキャラクターの雪丸も出てきます。ということで10時12分、王子駅を発車。和歌山駅到着予定は12時35分です。この電車は高田、五条、橋本方面、和歌山行きです。王子駅を発車して間もなく車窓左側に蒸気機関車の T51-895 号機が保存されている船戸児童公園が見えます。一つ目の停車駅の畠田駅。この駅まで王子町内でホーム一面の小さな駅ですが、乗降はそこそこあり、有人駅です。次は柏市に入った静見駅。2010年に橋上駅舎化され、ここも乗降の多い駅です。こちらは柏駅。工事中ですが、橋上駅舎化ではなくて、エレベーター付きのバリアフリー化した跨線橋を新たに作っているそうです。近くには近鉄下田駅があり、そちらの方が本数も多く、乗降客も近鉄の方が多め。そんな柏市の代表駅ですが、昔ながらの駅舎で頑張っています。柏駅を出ると間もなく近鉄大阪線がオーバークロスします。次の JR 五井堂駅は信号場を駅に格上げしたもの。足場が組まれている建屋は信号場時代の頃からあります。次の高田までの区間、後ろを見ると二条山の2つの山が整った形で見えます。大阪府と県境の山です。右車窓に近鉄の大和高田駅が少し見えて高田駅に停車。万葉まほろば線との乗り換え駅です。ここで万葉まほろば線は東へ、和歌山線は大きくカーブして南南西方向に進んでいきます。まもなく大和高田バイパスの高架をくぐり抜けると大和新城駅。続いて五世駅です。この方角には葛城山と金剛山の山々が後ろに控えてます。この付近、奈良盆地の南部は製薬会社が多かったりします。京奈和自動車道の高架が見えてきて玉出駅。JR になって2年目に開設された和歌山線では比較的新しい駅です。脇上駅です。外壁などリフォームされていますが、駅舎は結構歴史がありそうな雰囲気の無人駅。多摩で脇上と来て周囲が徐々に開けた感じがなくなり、近鉄吉野線が近づいてきて吉野口駅に停車。近鉄との乗り換え駅で相互に発車待ちをしたりします。この駅では3分停車して反対列車と行き違いをして発車。近鉄吉野線とはすぐ離れていきますが、吉野線の薬水駅付近で高い場所を走っているのが見えます。吉野口と次の北内駅の間には奈良盆地と五条の町を隔てる風の森峠があるため、一旦は山の中を走る雰囲気になります。そんなちょっとした勾配区間だったため、次の北内駅は一昔前までスイッチバックの駅でした。現在はホーム一面だけの駅なので、意識してみないとここが昔スイッチバックの駅だったとは全くわからないと思います。ホームのフェンスの後ろ側がスイッチバックの頃の駅、ホームがありました。北内駅を出ると間もなく国道24号線と並んで勾配を下りながら走り、五条駅に到着。ここで運転手さんの交代もあったようです。2分ほど停車の後、再び和歌山を目指します。
次の大和二見の手前で未成線の御神線との分岐点を通過。いろいろ建物が増えて分かりにくくなりました。御神線の高架も一瞬ですが見えないことはないです。大和二見駅に停車です。奈良県はここまで。次の須田駅から和歌山県に入ります。なお、大和二見駅は約40年前の1982年まで貨物線が分岐していた駅でした。矢印のところが貨物線の廃線跡になります。奈良県から和歌山県に入ると吉野川の名前が紀の川に変わります。このビニールハウスの向こうあたりに川は流れています。須田駅では吉野口以来の反対列車行き違いで2分の停車。ちなみに和歌山線と並行して京奈和自動車道という無料の高速道路があります。車のある方は和歌山線よりそっちを使うのでしょうね。電車でも王子から和歌山へは大和出線、阪和線経由の方が早く着くことができます。次の下兵庫駅を出るとその次は橋本駅。到着前に南海高野線の極楽橋方面への線路が下に見えて橋本駅に到着。南海電車との乗り換え駅です。高野山へ行くであろうお客さんが大勢下車しました。ここでは11分停車。橋本を出て次の紀伊山田駅の間は少しの間見晴らしが良くなり、田んぼと紀の川の風景が広がります。堀割の中に設置された紀伊山田駅の次は高野口駅。名前の通り高野山への参詣で賑わったのでしょうか。ホームの和屋や駅舎など歴史を感じさせる造り。駅前には国の登録有形文化財に指定された木造3階建ての旧葛城館が見えました。中井ぶり、明治、大谷駅を過ぎまして加世田駅。加世田駅には徒歩7分の距離に葛城温泉八風の湯という温泉があります。当日祝日は入館料がいいお値段になってしまいますが、和歌山線の旅の途中、一風呂浴びたい方にはいいのかも。西加世田駅付近でようやく紀の川の流れが見えました。和歌山線はかなり長く紀の川沿いを走りますが、鉄橋以外ではっきり川面が見えるのはこの辺りだけだったりします。名手駅からは紀の川市内になります。87.5km ある和歌山線も残り 24.3km の行程になりました。和歌山まであと約40分。小川駅です。2面3線あるこの駅は和歌山からこの駅までの折り返し列車もあるそうです。小川で結構乗車があり、車内は賑やかになってきました。紀伊長田、内田、下伊坂駅を過ぎて岩出市にある岩出駅へ。5000系はバリアフリー対応の新しいもの。乗降客もかなり多く、和歌山駅が近づいてきた感じがします。岩出駅を出ると紀の川を渡ります。対岸に渡って船戸駅。紀伊小倉駅からいよいよ和歌山市内に入ります。星谷駅、千田駅、大野瀬駅と続きます。大野瀬駅を出て阪和自動車道の高架を抜けると間もなく吹田総合車両所新座駅発地所、車両基地が見えてきます。大きく左にカーブするあたり、白いフェンスがあるところは紀伊中之島、木場方面へ向かっていた旧和歌山線の廃線跡です。その後も大きな左カーブを曲がりつつ、和歌山市駅からの線路が合流して阪和線とも並走し、和歌山駅に入ります。12時35分に到着。王子駅から2時間23分でした。お疲れ様でした。和歌山線は飯田線のように昔、複数の施設が一つになったいきさつや比較的長い路線ということでミニ飯田線と私は勝手に呼んでいます。もう少し景色が良ければミニ飯田線の名にふさわしいのですが、7時間には及びませんが、延々と各駅停車に乗っていく忍耐力を鍛える面では近いローカル線かなと思っています。皆さんもぜひ忍耐力を鍛えるトレーニングで和歌山線に乗ってみてはいかがでしょうか。なお、この日のお昼は和歌山ラーメン。駅の地下改札を出てすぐの丸見商店さん。お部屋は夜間に入っているスタイル。注文したのは特製中華そばです。
特製と普通の中華そばの違いはチャーシューの量みたいです。とても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。